にちは。今日は予告していた iPS 治療について皆さんと一緒にパーキンソン病初期の私が考えることをシェアできたらいいなと思います。まだまだアドリブで喋ることが苦手なので、今日はカンペを見ながらになりますが、ちょっと聞き苦しい点もあるかと思いますが、最後まで見ていただけたらと思います。早速なんですけど、2025年の8月5日付で住友ファーマさんっていう大阪にある製薬会社さんがラグネプロセルという非自己 iPS 細胞由来ドパミン神経前駆細胞の製造販売承認申請っていうのを厚生労働省に提出されたということで、ニュースをご覧になった方もいらっしゃると思います。もう実現がいよいよ間近に迫っているかなと。今は国の承認待ちで、それが承認されたら治療が始まっていくのかなと思います。私たち難病患者の希望の光だと思います。本当に研究者の方や製薬会社の皆さんがこうやって実現に向けて早く動いてくださっていることにありがたく感謝しています。本当にありがとうございます。自分たちのところに治療がやってくるっていうことはもう少し先になるかなと思ってるので、とりあえずその日までなるべく今を維持していけるように日々リハビリ、運動、あとは今ある治療薬を服用しながら並行して進行抑制のために頑張っていくことが大事かなと思っています。8月5日に承認申請が出されました。このラグネプロセルっていうのは先駆け審査制度の対象として指定されているみたいで、その先駆け審査制度っていうのは優先審査の対象品目になっているそうです。通常の承認申請よりも早く優先的に審査してよっていうことらしく、早ければ2025年の年度内に承認が下りるということを目標としているみたいです。それか2026年、来年には承認が下りるんではないかなって私の予想です。私の勝手な予想です。承認されたらどんな医療現場でその治療って受けられるのっていうことなんですけど、まず最初に高橋純教授がこのパーキンソン病のiPS 治療で第一人者と言われている方が京都大学附属病院で研究されてて、すでに臨床研究で実績があるということで、まずここは間違いなく受けられるんじゃないかなと思います。あとはやっぱり大学病院ですよね。大きな病院 iPS 細胞を、要するに脳内に移植するっていうことは外科的な介入が伴うっていうことで、脳の中をいじるからめっちゃ高度だと思います。その手術っていう難易度が高くて、変なとこ触ったらもうダメなので、実施できるお医者さん、施設でもちろん患者さんの選定とかもいろいろあって厳密に管理されるので、最初は自由診療の高額治療になる可能性があるかなと思っています。私はね、参考程度に聞いてください。じゃあ iPS 細胞を使った治療薬、その仕組みって何？ざっくり言うと、他の方からの iPS 細胞から作ったドパミン神経前駆細胞っていうのを脳に注入すると、その細胞が生き残って自分の脳に定着しドパミンを出し続けてくれるっていうことを狙うらしいんです。めちゃくちゃすごくないですか？パーキンソン病の今の治療薬ってお薬飲んで効いてる時が何時間かあって
で切れてずっと飲まなきゃいけないじゃないですか。でも自分の脳の中に定着してくれるってことは、飲み続けてる必要がなくなるかもしれないわけですよね。めっちゃすごいですよね。もう画期的すぎる。すごい。ちょっとすいません、興奮しちゃった。でも本質的にはドパミン補充という意味では今の治療と同じ方向性ですっていう風に、これはちょっと私も AI を使ってちょっと聞いてみたんですけど、じゃあそれって永久的なのみたいな感じで聞いたんですけど、細胞が生きれば iPS 細胞は長期に効果が続く。将来的にはまたなくなる可能性があるかもしれないのかなと。 AI の答えがなんかここちょっと曖昧だったんですけど、完治する病気じゃないからやっぱ減っていくんですよ、多分ドーパミンが自分の脳の中の。だから、ある程度は何年かは生きたけど、やっぱりごめんね最後さよならってなくなって減っていっちゃってなくなっていくっていうことはもちろん考えられるわけですよ。 iPS 治療は万能ではないっていうところも重要ですよ、念頭に置いてくださいよっていうふうに私の AI さんミルカっていうふうに名付けておりますミルカさんが言いました。 iPS 細胞を入れても進行の根本を止めるわけではないですよ。ドパミン以外の原因による症状には効かない可能性があります。人間の体って不思議ですよね。ちゃんとその量、適量をその都度出してたり、嬉しい時はたくさん出たり、自然にやってることじゃないですか、脳が。それを出せるようになるかもまたって。そうすると強制的に薬を入れて動かしてるとやっぱりディスキネジアとか起こる可能性もあるわけで、そうじゃなくて自分の体が求めてる時に分泌してくるみたいです。薬って失った神経細胞そのものっていうのは戻らないんですよね。 iPS 細胞治療は壊れた神経ネットワークを構造的に補い直すことを目指している。これはある意味で修理だったり再構築だったりに近いっていうことですよね。だから iPS 治療っていうのは画期的って言われている部分で、でもそれで壊れたネットワーク全てが復活するわけではない。回復できる余地がある人に効果が出やすい。例えば脳内にある程度の神経ネットワークっていうのが残ってて、それを補うことで働きが改善するっていう状態。ほぼ神経ネットワークが少なくなってて20ぐらいしかなかったら40ぐらいにしか増えないけど、それが今50、60ぐらいあったら20増えたらもう80、90とかになったらほぼほぼ普通に過ごせんじゃんって私は思ったんですね。回復できる余地を残しておきたいって思ったので、神経ネットワークは使わないとなくなっていくそうなんですよ。これは神経科学で確立されている現象で、専門用語ではシナプスの刈り込みだったり可塑性の消失と呼ばれるらしいです。シナプスっていうのは神経回路のことなんですけど、脳の神経回路は使うと強化される、使わなくなると弱くなる。神経細胞は他の神経とつながるシナプスを形成することで情報をやり取りしているネットワークが張られてて、でもその接続は一生安定ではない、安定した状態ではないので、やっぱり使わなかったらここの配線もういらないよねみたいな、カットされちゃうってことかな。なんかそんな感じで使い続けることがめちゃくちゃ大事っていうことが分かりますよね。パーキンソン病だと意識しない動きが忘れてても違うところから刺激を加わることで
違う神経回路を使って動かせるようになるっていうのが可塑性って言われてる部分なんですけど、新しくつながったり強くなったりっていうことができるんですね。なので再学習とかそういうリハビリ運動とかっていうのはすっごい大事っていうことを私は思ってやり続けています。半分自分が生き証人っていうとちょっと大げさですけど、どこまで維持できるかっていうことを自分の YouTube で記録しているんですけど、そういう理由があります。エビデンスとして京都大学の高橋淳教授らの人知見っていうのが2018年から始まってまして、重要だったのがある程度既存の神経回路が残っていた患者の方がより反応が良かったという臨床観察あったということで、専門家はドパミン細胞を移植してもつながる神経回路がなければ機能は出ないという前提を明言している。つまり iPS 細胞治療は単なる部品の補充ではなく、配線が残っている場所につなげることができるかが鍵と。1、回路が残っていればそこに補う治療が効きます。 iPS 細胞で新しいドパミン神経を入れてもつなぐ相手ネットワークが残っていないと意味がないですよ。回路が残っていれば新しい細胞が新しい場所と再接続できるチャンスがある。2、再学習によって回路を使い続けることが神経ネットワークの維持につながる。できなくなるとショックじゃないですか。あれ昨日できてたのにぎこちなくなっちゃったとか、大丈夫、そういう病気だから。だから私はね、また一緒に覚え直そうって自分に言い聞かせてやってます。それって iPS 治療の費用のことってめっちゃ気になりません？私ちょっと気になります。最初は絶対自由診療枠だと思うんですよ。だってめっちゃ研究されてるわけじゃないですか。すっごい費用投資とかもしてた施設のなんかね、研究所とかもすんごい時間と人件費とかいろいろ考えたらまあ当然ですよね。なので自由診療でいくらなのと思って見るかに聞いてみたんですよ。そしたらですね、自費で行う場合の iPS 細胞、こんな言い方じゃないな、自費で行う場合の iPS 細胞治療の費用、過去の臨床研究や海外の例などをもとに整理した目安ですと。あくまで目安です。細胞製造のコストがかかります。iPS 由来ドパミン神経前駆細胞を作るのに想定額約500万円から700万円します。そしてそれを移植しなければいけません。もちろん検査とかもあり、なんか術前検診とかいうの検査、入院なんかあるじゃないですか。あとその術後の数日間か入院しなきゃいけないですよね。手術、入院、検査、脳への注入の手術や術後ケアも含みの値段です。じゃでん、300万円から500万円かかります。はい、きつい。はい、次、薬剤、術後フォロー、免疫抑制、 MRI だったり外来、これはそうね通院しなきゃいけないですよ。退院してからもね、1週間後にちょっと店に来てねとか言われると思うんですよ。あと1ヶ月後今度フォローアップ来てねみたいな。それで100万から200万もするの。100万円から200万円するそうです。なので自費でかかる費用合計はおよそ900万円から1400万円前後。はい、無理。あくまで推定です。正式な価格は承認販売時に決定されます。それこそなんかお金じゃないんだよっていう方もいらっしゃると思うんですよ。なんかもう不便で仕方なくてね、なんか重症で本当に辛くてって方は絶対受けた方がいいと思います。でもみんながみんなね出せる
金額じゃないじゃないですか。なので保険適用されるのを待つってのが現実的かなと思います。iPS 治療、住友ファーマさんのラグネプロセルの場合の、保険適用されるまでにかかるのって大体どれぐらいって聞いてみたんですね。動画内で一部内容に誤りがあったため、別収録にてお届けいたします。内容をなるべく詳しくまとめた結果、文字が小さく見づらくなってしまいました。ご不便をおかけして申し訳ありません。この推定ロードマップ並びに内容は、AI のミルカの情報をヒントに何度も修正し、私が苦労して作成したものになりますので、転載、拡散は禁止いたします。まず、iPS 細胞治療の保険適用のタイミングを考察する前に、現存の DBS 治療が辿った流れを参考にしたいと思います。DBS 治療とは、脳の深い部分に細い電極を埋め込み、電気で神経をコントロールし、パーキンソン病の症状を和らげる外科的治療のことです。この DBS 治療は1987年フランスで世界初パーキンソン病患者へ使われました。1990年代前半から中頃、欧米で臨床試験が広がり、1997年にアメリカでパーキンソン病に対する DBS が承認されました。日本で導入されたのは1998年が最初で、2000年に日本で薬事承認、保険収載されました。ここでポイントとなるのは、日本で導入された1998年時点ですでに海外では10年以上の実績があったこと。この海外データがあったから、日本では2年間の自由診療の後、保険適用まで非常にスムーズであったこと。こんなにも短期間で保険適用になるケースは稀です。現在 TBS 治療は保険と医療支援制度により治療費のほとんどがカバーできるため、患者の自己負担は軽く標準治療となっています。それでは iPS 細胞治療がたどるロードマップを推測してみたいと思います。1、2025年の現時点でラグネプロゼルは申請中、厚労省による承認待ち。臨床試験での症例数はまだ限られており、データの蓄積、安全性の追跡が継続中。承認は2025年内を目標にしているが、データ不足などの理由から承認が補充される可能性もゼロではない。2、2025年末から2026年、厚労省がラグネプロセルを承認すると予想します。条件付き早期承認で承認される可能性あり、承認されたら医療機関の準備などが整い次第、自由診療が始まっていく。対象はおそらく中等度から重症患者さん。自己負担額は全額負担の1000万円前後と想定。3、承認後から3から4年後の2028年末から2029年頃、薬価収載、保険適用。薬価収載とは、厚労省が新しい治療製品の価格を決めて、保険で使える薬リストに載せること、イコール保険適用という認識です。薬価部分はラグネプロセル本体部分。この時点でラグネプロセル本体は公的保険により自己負担は軽くなるが、技術料は保険適用にならないため、まだまだ治療費は高額の時期。薬価収載と同時に厚労省が新しい技術としてラグネプロセル治療を先進医療として審査を開始。半年から1年後に先進医療指定されると予想。ただし、審査状況によっては指定が遅れる可能性もあります。この時点の治療対象は、
引き続き中から重症患者さんと予想。厚労省が先進医療指定したら、民間保険の先進医療特約が、そのタイミングで生きてくる可能性があります。保険適用されるのは、ラグネプロゼル本体部分。技術部分は iPS 細胞治療独自の新しい技術のこと。iPS 細胞移植手術の主義、医療行為のことで技術部分に関しては、当面の間は保険適用にならないと予想。総額1000万円前後の治療費と仮定した場合、500万円から600万円前後かかるのではと思います。もし民間保険の先進医療特約に加入されている場合、この技術部分が先進医療として厚労省に認定されたら、治療を受けた際に民間保険会社から技術業部分の治療費を補填してもらえる可能性があります。4、薬価収載から2から5年後の2030年から2034年前後、徐々に治療データも集まり、長期の安全性が認められていき、薬価に加え、技術部分も段階的に保険適用されていくと予想します。自己負担は、薬価部分は保険適用と高額療養費制度で、一月1万円から最大9万円までで治療が受けられるようになるのではと思っています。技術上部分は段階的に保険適用範囲が広がっていくものと想定し、最初は数百万円ですが、徐々に保険でカバーされ、数十万円で治療が受けられるようになっていくと予想します。高額療養費制度は、保険適用されたとほぼ同時期に利用できる制度ですが、難病医療費助成制度は後追い認定されることが予想されます。難病医療費助成制度が iPS 細胞治療にも使えるように認定される時期の目安は、保険適用から1年から数年後で、タイムラグが発生することを念頭に置いてください。また、必ずしも iPS 細胞治療が難病医療費助成制度の対象として認定が下りるとは限りません。この頃には徐々に治療対象が若年発症の方をはじめとする軽症の患者さんにも広がっていくのではないかと期待を込めて予想します。5、薬価収載から10年弱、早ければ2033年から2039年頃までに標準治療がされていくと予想します。自己負担は薬価、技術料ともにほぼ全面的に制度でカバー。現存の DBS 治療と同じように医療制度を活用し、患者の一月の負担額は数万円で iPS 細胞治療が受けられる時代になっていくと思います。ただし、保険適用外の入院時の差額ベッド代や食事代などは自己負担となります。これらはあくまで現存の治療法が辿った流れを元にした推定のため、今までの治療と全く違う性質を持つ iPS 細胞治療に、これらの制度がどこまでカバーしてくれるかは今のところわかりません。まだ臨床データの蓄積も安全性もこれからという段階なので、承認や薬価収載が遅れる可能性があり、薬価収載が遅れると、その分、推定ロードマップの時期が後ろ倒しになります。私としては、5年後の2030年前後が一つの目安かなと思っており、この頃には治療の道筋がかなり見えてきている段階ではないかな、と思っています。5年後、自分にはまだ届かない治療かもしれないけれど、あと数年で自分も受けられるという希望が現実味を帯びてくる時期だと思います。未来の扉が開き始めている時期なのではと考えています。一月あたり1万円とか2万円だったら、まあ今なんか私マオビン阻害薬とかで28日分で8000円とか9000円とかの結構高い薬とか結構するんですよね。パーキンソン病の
お薬って高いんですよ。なんかそれ考えると 1,2 万だったらなんか今の飲み薬とそんなちょっと高いかなぐらいで、まだ現実的に頑張ったら払える金額かなと思います。ちなみに私は生命保険入ってました。入ってて昨日保険会社さんに行ってきました。それで入ってますか先進医療って聞いたら、がんのやつしか入ってませんって言われました。がんのやつしか入ってませんって言われました。そうじゃなくてももう少し待てばということで、私はだいたい2030年ぐらいが目安かなと思っています。あとでも5年ですよ。頑張りましょう。2035年、ちょっと10年後先なんですけど、地域差っていうのが縮小されるので、別になんか東京でとか関西だと大阪でしか受けれない、京都でしか受けれないとかじゃなくて、全国である程度もっと普及していくであろうっていうのが10年後ぐらい。私はすごく前向きに期待してます、本当に。で、自分は受け身じゃなくて自分から迎えに行くぞって本当に思ってるので、 iPS 治療を迎えに行けるだけの体を維持できているかどうかっていうのが私の一番の今のやる気につながっている部分です。どんどん生活がしにくくなってるなって方でも、今からでも今の状態をいかにキープできるかが鍵なんじゃないかなと思います。はい、ということで今日は長々と私の分かりにくい説明予測を聞いていただいてありがとうございました。で、私たちもうちょっとなので頑張りましょう。毎日楽しく過ごして、なるべく体を動かして、無理のない範囲で動かして元気に過ごしていきましょう。そしたら5年なんてなんとかなるさ。で、次回は歩行再学習の腕振りと足振りって何？足の動きにフォーカスした再学習を考えていますので、また皆さんに動画をお届けできたらなと思います。頑張りましょうね。次の動画を楽しみにしてください。それではありがとうございました。